iPhone16 Pro で初めての日常 Vlog 撮ってみようと思います。これ先週手に入れて Vlog を1本初めて撮ってみたんですけれども、地元にいた時だったんでちょっとイレギュラーな Vlog だったんですが、この iPhone16 Pro で日常 Vlog どんな感じで撮れるか今日はやってみようと思います。なんかね、想像以上にこのカメラコントロールがすごい便利なんですよね。なんかみんな使わないって言ってたんでどうかなと思ったんですけど、まずこうカメラ起動するときにね、やっぱり便利なんですよ。ロック画面の状態でも右からスワイプしたり、カメラのところのねロック画面からでもタッチでアクセスすることができるんですけれども、やっぱりボタンでアクセスできるっていうのはものすごく便利ですね。これも撮影し始めるまでの、もともと iPhone って起動も早くて撮影始めるまでがスムーズなんですけど、さらにそれが簡単になったんで、もうこのカメラコントロールなしの iPhone には戻れないかなっていう感じですね。想像以上に重宝してます。あとズームしたりとか露出とかも変えたりね、なんかいろいろできるみたいで、ズームとか結構使ってますね。ただ両手で iPhone 持つ人だったらいいと思うんですけど、私は片手で持つ派で持ち方的にもね、ちょうどカメラコントロールのところに、指は来るんですけど力が入りにくいような感じなので、撮影の開始とか停止は普通にこの画面上の赤い録画ボタン使ってるっていう感じですね。撮影の開始とかもこのカメラコントロールで操作すればデジカメみたいな感じで使うことができるんですが、ちょっと持ち方的に厳しいかも。でも縦動画だったらいけますね。ちょうど親指が来るんで。ここのシャトレーゼオープンして2週間ぐらいは経ったのかな。そこそこ車止まってますが、めちゃくちゃ混んでるってわけではなさそうですね。そろそろ落ち着いてきたかな。ちなみに私がいつも下に降りる時に使ってるこの道路、アスファルトがねめちゃくちゃ綺麗になったんですよね。敷き直して1週間ぐらい工事やってて、うちの前から通行止めになってたんですけれども、ここもねなんか継ぎはぎだらけですごいガタガタだったのがすごい綺麗になってますね。広くなってくれるのが一番いいんですけども、建物が建っちゃってますからね。でもここめちゃくちゃ走りやすくなりました。この前買ったこのティファールのちっちゃい四角いフライパン、このちっちゃい丸いフライパンに代わって買ったんですけど、それでねすごく便利に使ってるんですけれども、一つ気づいちゃった。蓋ができない問題。この丸いフライパンのところ蓋ができるんですけれども、そもそもこれ蓋するもんじゃないですからね。多分だって四角い蓋とか売ってないですもんね。これはちょっと想定外だった。蓋が使えないか。そりゃそうですよね。これ卵焼き用のやつだと思うんで。私大好物の冷凍餃子、これがね蓋しないとできないやつなんですよね。蓋しなくてもできるやつとかってあるんですかね。これトップバリューのやつですけれども、なんか蓋なしでできるみたいなのもあったかな。でもこれはね蓋しないと、一回蓋しないでやったんですけど、この脂身っぽい部分は溶けるんですけれども、でちゃんと焼けるんですけど、この具材までね熱がいかなくて、ここだけ下だけ焼けて上は凍ってるみたいな状態になっちゃうんですよね。ちょっとこれは考えないと。冷凍餃子のためにこのフライパンちょっと取っといてます。捨てようと思ったけど、10日に1回ぐらいもう何も料理する気が起きない日があるんですけど、今日がその日ですね。そういう時はこのでかくてコスパのいいカップ麺食べます。でも餃子作ったから食事にはなりそう。これ福島駅のジュピターに売ってて気になって買ってきてみたんですけれども、これすごい美味しいです。タオスっていうなんかクッキーみたいなお菓子なんですけれども、これがすごい好きな味なんですよね。なんか程よい甘さでコーヒーに合うような感じで、沖縄のチンスコーに近い味なんですよね。チンスコーめちゃくちゃ大好物で、そんな味なんですごい気に入りました。でこれ一枚一枚が結構でかくて、この1枚で満足できるっていう感じで、これもね7枚ぐらい入ってたのかな。で400円ぐらいでしたね。コスパいい。ちょっと見つけたら、仙台駅のジュピターにもあるかな。見つけたらまた買ってこよう。お茶と飲んでもいいのかな。あれですね、台湾で買ってきたお茶と一緒に飲もうかな。これも台湾で
そうですね、原産国名台湾って書いてあるので、台湾で作られたクッキーみたいなので、台湾のお茶と飲むといいかもしれないですね。iPhone 16 Pro にしてからこの Type-C で充電できるのはめちゃくちゃいいです。このベッドの横に置いてたライトニングケーブルも Type-C にできたし、てかもう本当にもう Type-C のケーブルさえあれば身の回りのものほとんど充電できるようになったんで、 iPhone にライトニングに気付かなくていいっていうのはありますね。日常的にはもう Type-C だけあれば完結するというのね。15以降の iPhone を買った人は全員思ってると思いますけれども、Type-C めちゃくちゃいいっすね。そして普段外に持ち出すものは全て Type-C で充電できるようになりました。これがめちゃくちゃありがたい。まあでもね、一つまだこの iPad 第9世代がType-C、ライトニングだったりするんで、完全にライトニング卒業することはできないんですけどね。なんか iPad とかもなんかそろそろ新しくしてもいいような気がするんですけれども、 iPhone 買っちゃったからまだ今度ですね。あと細かいこと言うと、このマジックトラックパッド外付けのやつとかもライトニングなんですよね。少し昼寝するつもりが4時半。だいぶ寝ましたね。最近またこれブレンダー 3DCG 久々に触ってますね。もうこれ一昨年くらいかな、始めて基本的なことは覚えたんですけど、そっから全く触ってなくてもったいなかったんでね、もう一回始めてみましたよ。で、うろ覚えの知識で、うろ覚えっていう言葉で合ってる、忘れかけ、その知識でモデリングしてたら結構楽しくなっちゃって、こういうのやってると本当に時間を忘れてできるんですよね。なかなか楽しい。簡単な部屋を作って、今こっから色付けしていくっていう作業に入るところなんですけれども、めちゃくちゃ楽しいですよ。またね、ブレンダーは結構操作もしやすいし、このグラフィックとかこのレンダリング、テクスチャーとか入れた時の、まだ何も言ってないですけれども、この時のグラフィックもすごい綺麗だし、グラフィックがいいのに軽いんですよね。全然パソコンがうなってきたりしないし、あと何と言ってもすごいポイントは、このソフト無料っていうね、一度始めると楽しいブレンダー。さて、夕方散歩。もう6時半ぐらいなんですけれども、この時間になっても明るいのすごいですね。もう季節が変わった感がすごいですけれども、しかし今日天気すごいんですよね。もう朝から雲一つない快晴って感じで、午後はほぼ寝てたんですけどねですがすごい気持ちいい天気で、気温もね、気温は13度、昼間はね20度超えて結構暑くて、でね、夜もあんまり寒くなくなってきましたね。冷えるっちゃ冷えるんですけど、全然朝起きても寒くないし、夜に暖房かけたくなったりもしないんで、すごいいい季節。ケーズ電機にオーディオケーブル買いに来たんですけど、見つけられなかったんですよね。なんか3周ぐらいしたんですけど、オーディオケーブルって言ってもなんか端子がついてるやつじゃなくて、導線むき出しの本当になんていうかな、スピーカーにそのまま導線差し込むタイプのスピーカーケーブルが欲しくて、ちょっとねスピーカーを買い足しまして、まだ届いてないんですけど、届いた時にすぐセットアップできるようにいろいろセットアップしてたんですけど、長さが足りなくて、10メートルとか欲しいんだったら Amazon で買っちゃってもいいんですけど、ほんと3、4メートル欲しいんですよね。売ってないかな、今時売ってないんですかね。どこで手に入るだろう。ヨドバシとか行けば手に入るかな。ヨドバシに切り売りのコーナーがあったはず。明日以降にヨドバシにでも行ってみようかな。そのね、ちょっとだけだったらネットで買うと、ネットでも買えると思うんですけど、逆になんか損しそうなんで、なんかそのケーブル数メートルのために送料とかも払いたくないし、てかそもそも Amazon とかで調べても今時その導線むき出しタイプのケーブルって売ってないんですよね。Amazon ベーシックの10メートルとか20メートルとか入ってるやつはあるんですけれども、オーディオケーブルって調べても 3.5 ミリのイヤホンジャックとかね、そういうやつしか出てこないんですよね。変換ケーブルとか。やっぱ今時こういうスピーカー使う人は少ないんですかね。需要がないのかな。
だって今 Bluetooth とかは AirPlay とかのスピーカーでやった方が絶対便利ですからね。いずれああいうオーディオは消滅しちゃうのかな。ダメ元でダイソーを見てみましたがありませんでしたね。まあないとは思ってましたけど、ただいい感じのおつまみゲットできたんでよしとします。これ山屋でなんと3つで1000円という組み合わせ自由で、その、対象の商品だと3つで1000円っていうね。で結構ねクオリティも高いやつなんですよね。これスモーク、合鴨と生ハムとかでチーズとか、値段の割には結構クオリティが高くて、そうこれね家族が実家に行くと美味しいおつまみが出てくるんですけど、よくこの山屋の3つで1000円コーナーで買ってきてるっていうことで、ちょっと思いつきで買ってきてみましたが、確かにこれいいですね。これで1000円は確かにお得かもしれないですね。ちょうど生ハムとか食べたい気分だったんでよかったですね。北海道の生ハム。いつも買ってる鶏肉、こうやってカットし、一口サイズにカットして冷凍してるんですけど、少し小さめにカットするようにしてみましたね、最近。その方が料理とかにも使いやすいし、火が通りやすいんでね。唐揚げもこの方がしっかり味染みて、衣の面積も多くなるんで、すごく美味しくなります。まあ、肉の食感味わいたいとかってなったら大きい方がいいですけれども、結構このちっちゃい唐揚げっていうのは好みですね。で、ちょっと洗い物をサボりすぎて茶碗がないので、ご飯がこの透明な容器に入ってますけれども、今日は YouTube で見たいライブ配信があったんで昼寝してよかったですよ。ということで、お供はさっき買ってきたチーズと生ハム食べてました。この生ハムめちゃくちゃ美味しいですね。もう口に入れた瞬間、感覚が味覚に全集中するって感じで、なんかね、ここ1週間ぐらいなんかめちゃくちゃ生ハムを食べたい気分だったんですよね、なぜか。なので生ハム食べれてよかった。なんでしょうね、人生でこんなに生ハムを食べたいって思ったことあんまないですけど、なのでめちゃくちゃ美味しく感じますよ。なんかね、ちょっとうちにあったやつよりいいグレードなんじゃないかなと思うんですよね。なんかよくわかんないですけど、いろいろグレードがあるみたいで、うちの実家にもティファールの取っ手の取れるタイプっていうのを
フライパンたちがあるんですよ。で多分あれちょっとグレードがいいやつだと思うんですよね。多分そっちのやつじゃないかな。なので結構重量感もあってなんか重いんですよね。多分うちにある、この味噌汁入ってる鍋とかがそうなんですけど、多分これがなんかエントリーモデル的な感じで、多分ちょっといいやつ買っちゃいましたね。多分結構いいやつです。半額で買えたから良かったですけど、定価だと5000円ぐらいしましたからね。多分なんか底面の素材もうちのやつは全部、この黒い方は全部一緒の素材になってるんですよ。その底も、本体全部。ただこれはなんか底の部分となんか脇の部分でなんか素材が分かれてて、素材なんか下がちょっとステンレスっぽい素材になってたりとかして、なのでなんか結構ね熱が持つんですよね。このまま食卓に持ってって食べたりしてるんですけど、結構食べ終わるまでフライパンがあったかかったりするんですよ。なんか保温効果というかね、こう火から上げてもしばらくあったかいっていう。そう、このじわじわが終わって一見冷めてそうに見えても、これめちゃくちゃむしろ熱いぐらいですね。ここで火から上げても保温してくれるんですよ。なのでこうやってフライパンのまま食べることが多いので、すごいこれはいいポイント。今日これ作ってみようと思います。チャプチェ。多分家族からもらったやつなんですけど、食べたことないんですよね。チャプチェっていう。どこの国？中国とかの料理なんですかね。これ春雨っぽいのが入ってて、玉ねぎとピーマンがあればできるみたいなんで、ちょっと作ってみようと思います。甘いのかしょっぱいのか酸っぱいのかわかんない。美味しいですね。なんかまろやかな味です。しょっぱすぎず甘すぎずって感じで、すごい食べやすい。そしてなんかいろいろアレンジが効きそうですね。アレンジしてみても面白いかも。与平沼公園ですよ。週に1回ぐらいここに来てぼーっとするのが好きなんですよね。今日めちゃくちゃ気持ちいい天気なので、ただ風が出てきましたね。さっきも風強すぎて洗濯物飛ばされてたんで取り込みましたね。そんぐらい風強い。そしてなんかまだところどころ桜が残ってますね。仙台はもうとっくに終わったと思ってましたが、なんか残ってるとこは残ってる。うわ、風強っ。風強すぎるんですけど、今気温23度ということで、もうあったかい通り越して暑いくらいですね。日もすごい照ってるし、うわ、すごい花びらがここに見えた。メガネに桜の花びらが。ちょっとここでゆっくりしてましたよ。このホワイトのモンスター飲みながら。どうでしょうか。 iPhone 16 Pro で撮るこの与平沼公園、自然の感じかなりね。この前、しだれ桜北方に見に行った時にこの iPhone16 で撮った映像編集してたら、やっぱ結構ね綺麗に撮れてますよ。なんか全体的にやっぱ解像度感が上がったような、なんかパキッとした映像というか、よりなんかね、パッと見では13 Pro とあんまり変わらないんですけど、よく見るとパッキリとしてる感じがより13 Pro より強いのかなっていう感じがして、もちろんね解像度はこの私は 4K で撮ってるんで 2160×3840 だっけっていう、解像度は変わらないんですが、その中でもよりくっきりとした映像になってるなっていう感覚があるんですよね。ああいうところも少し桜が残ってたりっていうのがあるんですよね。やっぱこの超広角カメラは期待しすぎて、この前の Vlog で多用しすぎたら
結構ねやっぱり、iPhone 13 Pro より性能が上がってるとはいえ結構ひどい映像になってたんで、超広角カメラこういう時はいいですけど、暗い時はやっぱノイズ乗っちゃったり手ブレが、多くなっちゃったりするんで、万能いつでも使えるっていうわけではなさそうです。ただね、これちゃんと明るい場所であれば手ブレ補正は多分13より上がった気がするんですよね。もちろんメインカメラもそうなんですけど、この超広角カメラが手ブレ補正が強くなったような気がするんですよね。結構同じ感覚で撮っててもブレ具合がね少ないなっていう感じがします。なので超広角カメラ性能は上がってるんじゃないですかね。でもちろんメインカメラの方ももっと手ブレ補正強化されてるんで、 iPhone 13 Pro も私10R から乗り換えたんで iPhone 12だけかなから搭載されたセンサーシフト手ブレ補正、多分 iPhone 12 Pro 12 Pro Max 限定だったんですよね。あの時代ってプロモデルでもプロとマックスでカメラ性能差があって、12 Pro Max にしか搭載されてないセンサーシフト手ブレ補正というのが13 Pro に搭載されて、それでかなりあれを買った時はその手ブレ補正に感動した記憶があるんですけど、よりこの16 Pro は進化してますよ。そしてね、意外だったのが2倍ズームこれ結構多用してますね。なんかこれ使い始めた頃は iPhone 13 Pro の3倍ズームが恋しいとかって言ってましたが、3倍ズームは3倍ズームで良かったんですが、ちょっとだけズームしたい時っていうのがあるんですよね。動画も静止画もともに標準の画角からちょっとだけズームしたいみたいな時がね結構あったりするんですよ。その時に多分12メガピクセルの解像度だと拡大しちゃうと、4K の解像度はでもどうなんだろうな、動画では拡大しても12メガピクセルであってもあんまり解像度落ちないかもしれないですけれども、静止画とかだと結構解像度落ちてる感があるんですけど、でも2倍ズームにしたらね12メガピクセルのカメラでも 4K 画質、フル HD だったらいけるかもしれないけど 4K 画質だとねやっぱちょっと落ちちゃうんですよね。ですがこれ48メガピクセルもあるということで2倍ズームしても全然解像度落ちないというので、これは動画静止画ともにめちゃくちゃ使ってますよ。ちょうどここの橋から桜が綺麗。なんかところどこれワンポイントポイントで桜が咲いてるの綺麗ですね。これが標準レンズで、例えばちょうどいいですね。あそこの桜もうちょっと寄って撮りたいって時にね、少しだけズームしたいなって思った時にヒュッと2倍ですよ。この状態でも 4K の解像度保ってるっていう。で5倍にすると、5倍までするとねこの距離からでも花びらの感じとかが結構ねこんな感じで綺麗に映るんで、13 Pro より1倍2倍5倍の組み合わせ結構いいかもしれないです。3倍でも使えないことはないんじゃないですか。これ今3倍ズームに普通に指でピンチインして3倍ズームにしましたけど、確かにこれだとiPhone のモニターじゃ分かんないけど多分大きい画面で見たら解像度落ちてると思うんですが、でも使えないレベルではないんじゃないですかね。だからどうしても3倍ズーム使いたいってなったら別に3倍にしてもクロップズームデジタルズームで3倍にしてもいいんじゃないかなっていう感じはしますけれどもね。この水面もそうですけど桜が散ってて花びらが舞ってる感じとか地面に散ってる感じめちゃくちゃ綺麗です。これすごい量のキノコやな。あれは大丈夫なキノコなんでしょうか。緑がめちゃくちゃ綺麗な時期じゃないですか。これからこの緑の感じもすごい好きなんですよね。この5月とか6月とかのまた散歩が楽しくなりますよ。いいっすね。で今もちょうど独特な景色ですよね。桜とこの鮮やかな緑が混在してるという感じで、また桜の咲き始めとかとは違う景色が見れますよ。だから葉桜とかも好きなんですよね。
葉っぱが混じった感じ。桜の時期が終わってしまうという切なささもありつつ、綺麗な緑が混ざってるという感じで、なんかこっちも、これはあれ桜なのかな。なんかピンクが強い、種類が違う。なんか桜じゃなさそうだな。あれ桜なのかな。風がすごい強くて、なんだろう、ひっつき虫みたいなのがめちゃくちゃ飛んできて服にくっつくんですよね。正体は不明なんですけど、なんか木の木材っていうか木のかけらみたいなね、そういうのが飛んでくる。虫じゃないといいけどな。なんかいろいろこの強風でいろいろ飛んでくるんだけど、さっきまで落ち着いてたんだけど、なんで私が外に出てくると天気が荒れるんでしょう。まあ晴れてるんでいいですけど。ちなみにこの iPhone 16 Pro のメインカメラ、その静止画で解像度というか画素数が選べるじゃないですか。今映ったかな。5倍ズームであそこに新幹線が通ってたんですけどね、若干映った。てかあんなとこっから新幹線なんて見えると思いませんでしたね。すごい5倍ズーム。画素数選べると思うんですけど、24メガピクセルにしてますね。最大48メガピクセルまで撮れるんですけど、さすがに48メガピクセルだとなんか容量も大きいみたいだし、48メガピクセルで撮ったところであんまりそれの恩恵を受けられないような気がしたんで、まあなんか気軽に撮れるのは24メガピクセル、なんなら12メガピクセルでも全然十分なんですけれどもね。12メガピクセルで撮ったとしても、この2倍ズームとかそれこそ3倍ズームとか使っても解像度落ちないっていうあれでは、この48メガピクセルの超高解像度カメラの恩恵は受けれると思うんで、まあ別に12メガピクセルでもいいかもしれないですけど、せっかく画素数多いから間取って24メガにしてるっていう感じですけれども、まあそもそもね、それを再生できるディスプレイがないんでね、もうこのレベルになると 4K ディスプレイでも違いわかんないっていう、 8K のディスプレイでやっとわかるぐらいだと思うんで、もう本当にガチで写真やってて、なんかちゃんと印刷してみたいな風にするんだったらわかると思いますけれども、そういう違いなんでね。あとは後から編集でクロップするかもしれないとかっていう時に、そういう時にはいいかもしれないですけれどもね。ということで1時間弱日向ぼっこしてましたよ。いやー、いい気分でした。気持ちいいですね。もうこのぐらいの時期がいいですよ。もうこれ以上暑くなるとしんどいかなっていう感じなんで、本当に真夏なんかはもう本当に暑いの苦手なんで、もう必要な時以外は外出せず冷房ガンガンかけて引きこもってると思うんで、今のうちですよ、この外で快適に日に当たれるのは。いやー、ちょっと帰ってきてよかったかもしれないですね。すごいもう家がガタガタ揺れるぐらい風が強いですよ。マジでなんかガラス割れないか心配になるレベルの風ですね。これはなんか今日の風は風の強い仙台でも特別強い風かもしれないですね。さあ、あのまま公園にいたかったんですけれどもね、帰ってきましたよ。そう、それもね、これからちょっと楽しみにしてる荷物が、今3時半ぐらいなんですけど、4時くらいにね、配達来るみたいなので、楽しみに待とうかなということで。ちょっと今、ヤマト運輸から LINE が来て、配達完了しました LINE が来たんですけど、あんなでかいもん、置き配にしたんだ。てっきり配達来ると思って待ってましたが、あるかな？あった。これももう本当に楽しみにしてたんで。まあ想像よりはちっちゃいかな。まあ、重さは、まあ軽くはないですけど、めっちゃ重いわけでもない。15キロぐらいですかね。20キロはないかなっていう感じの重さ。はい、ちょっと動画でちらっと喋ったので、まあその流れで何かわかるかと思いますが、スピーカーですよね。スピーカーを新調したんですよ、今回。今ここにうちのオーディオシステムが
あるんですけれども、このテレビボードの中にこれヤマハのアンプが入ってるんですよね。あまり動画で映したことなかったと思うんですけれども、ヤマハのアンプがここにあって、こっからスピーカーに音を出してるわけですよね。結構私はオーディオが好きで、最近全然やれてなかったんですけれども、すごいオーディオが好きだったんですよね、昔から。昔はなんか、もう本当に YouTube 始める前とかですけれども、スピーカーとかをいろいろ買ったりして繋げたり、なんか自分で DIY したりとかもしてたんですよね。ただもうここ数年全然やれてなかったので、YouTube でも私がオーディオ好きということはあんまり語ってなかったと思うんですけど。で、これヤマハのスピーカー、アンプね。これ多分2019年とかにね、多分これ家族に買ってもらったやつなんですけど、結構いいアンプなんですよね。ヤマハの A-S301 っていうアンプ。で、今このアンプにこれね、自分で表面塗装してるんですけれども、音響のスピーカー、ブックシェルフスピーカーを2つ接続してステレオで音楽を聴いてるわけなんですよ。で、スタンドこれ JBL の、これも自分で塗装したんでね、実はそこに JBL のロゴがあるっていう感じのやつなんですけど、こんな感じですね。ここにアンプがあって、この2台の音響のスピーカーっていう感じの組み合わせだったんですけれども、せっかくこんないいアンプがあるし、私オーディオ好きだったから、でも最近全然できてなかったんで、オーディオ熱を復活させたいというか、このアンプをね、なんかもうちょっと有効活用させてあげたいっていう、この2台のブックシェルフスピーカーだけを接続してるのはちょっともったいないというか、っていうのもね、このスピーカーがね、もっといいスピーカーだったらいいですよ。もう、数十万円とかする。ブックシェルフスピーカーではあっても数十万とかするね、スピーカーとかだったら全然いいんですけれども、これ多分すごい、販売価格、新品での販売価格も安いやつだし、しかもこれ中古で買ったやつなんですよね。地元に行った時にハードオフで買ったもの。そう、ハードオフで、今はメルカリ使ってますけどね、メルカリをまだ始める前は、ハードオフの実店舗に行って、これを買って自転車につけて持って帰ってくるってことにハマってた時期がね、もう YouTube 始める前なんで動画はないですけど、そういうことにハマってた時期があったんですよ。その時に買ったスピーカーで、これね、このスピーカーのね、これね、エッジの部分がボロボロになっちゃってて、これ買った時からそうだったんで、これが訳あり商品的な感じで、これでなんかちょっと格安値引きされてたんですけれども、バリバリになっちゃって、低音のところでこうビビるんですよね、音が。バリバリ音が入ってしまったりとか、やっぱりこれによってこう、スピーカーのこのボックスの密閉度が低くてこう、低音の鳴りは悪いし、ビビリ音は入るし、結構音質がね、かなり悪いんですよ、このスピーカー単体というか、この2台だと。反対側のスピーカーもここ破れてるんですけど、このスピーカーたちが、この2台のスピーカーあまりにも音が悪いと。これ結構ね、見ての通り大きいアンプなんですよね。なのでちょっと、このエッジの部分が破れた2台のブックシェルフスピーカーにしか繋いでないってのはもったいないし、っていうので考えたのが、そうだ、トールボーイスピーカーを買おうと思ったんですよ。あれですよね。床の部分から、これで言うとこのスタンドの床の部分から、この高さあたりまで全部スピーカーのボックスになってるという、スピーカーなんですけれども。これはもともとね、もう私が色を塗った、この青い部分だけがスピーカーで、この黒いのがスタンドって感じだったんですけど、今回かかったこのトールボーイスピーカーは、ここが全部、床からここまで全部スピーカーのボックスになってるっていう感じなんで、やっぱりこう空気のね、流れがそれだけ大きい、ボックスのね、中の容積が大きいわけなんで、より音の鳴りもいいだろうし、スピーカーの数がこのブックシェルフスピーカーより1個多いんですよね。ツイーターとスコッカーが、ツイーターは1つなんですけど、スコッカーが2つついてるんですよ。なのでスピーカーの数が多くて、今これ4つなのが、今この箱に入ってる新調したスピーカーだけで、6つになるわけですよ。この中に6つスピーカーが入ってるわけですよね。で、やっぱこういうね、大型スピーカーで、ちなみにスピーカーを新調した理由はもう一つあって、リアスピーカーが欲しかったんですよね。そう、このアンプね、フロント2台、リア2台、4台のスピーカーが接続できるということで、せっかくこれだけの性能のアンプがあるんだったら、リアスピーカー欲しいよねということで。なので、フロントのスピーカーを新しくして、このスピーカー、もうどうせもう音質もちょっといまいちなんで、
リアスピーカーにしちゃおうという。この2台のスピーカーをリアスピーカーにしようと思ってて。でね、そう、ここにスピーカーの配線をね、昨日持ってきたんですよ。もうすでにこれはね、アンプに繋がってるんですよ。リアスピーカーの端子に。ただ、長さがこれ足りなくて、まあ、一見足りてるように見えるかもしれないですけど、スピーカースタンドの高さ分足りなかったりね。あとこっちにもここに配線が通ってるんですけれども。まあちょっとこれはね、昨日喋った通り、どっかでスピーカーケーブル、もう少しゲットしないといけないなっていう感じで思ってるんですが、まあ別にリアスピーカーに関しては、緊急で接続しないといけないわけではないから、ゆっくりでいいかなという感じで、とりあえずフロント接続しますよ。フロントのスピーカー、このスピーカーたち、後ろ繋がってるの外せばそのまま接続できるんで、それでいいかなという感じです。さあ、ということで開封しますよ。ちなみにまだ明るいですが、ハイボール4杯目です。さあ、こりゃ楽しみだぞ。よいしょ。これにかけて上から引き抜く感じにしようかなと思います。お、見えてきた。かなり古いものになると思うんですけどね。お、来た。お、色がめちゃくちゃいい。おははは、来た。おー。よいしょ。当たり前だけど、ブックシェルフスピーカーより大きいし、そうね、この床の部分までね、スピーカーのボックスになってるし、このポートね、バスレフのポート、ここがもうこれだけ下についてるっていうのでね、わかるんですけれども、下までちゃんとスピーカーのボックスになってる。サランネットついた状態が、今見ての通りこんな感じなんですけれども、ちなみにこれ、ケンウッドのスピーカーですね。ケンウッドのね、スピーカー前って言うともう本当にもう10年ぐらい前かもしれないですけれども、買ったことがあるんですが、手放しちゃいましたね。ケンウッド再びですよ。で、サランネット外します。ドン。おー、かっこよ。色がね、結構これ気に入ったポイントなんですよ。もうこの木材の色。もちろんこれね、天然木ではなくてプリントしたシートが貼ってあるだけなんですが、まず、このブックシェフスピーカーを移動。よいしょよいしょ。おリアスピーカー、一応置く予定の位置に置いてみました。あそこと、ここですね。スピーカーの向きに関しては後から調整しようと思いますけど、リスニングポイントがここと考えると完全な、中心というか、対角線の位置ではないんですけれども、もうこの部屋もオーディオ専用ルームではないんでね、なかなかそこまで考えるのは難しいんで、なんとか空いてるスペースにこうやって置いたっていう感じですね。あとは後で、スピーカーもちょっと角度つけて、っていう感じで。あとは、スピーカーケーブルが調達できたら、これらの2台のスピーカーは、リアスピーカーとして機能します。もうね、結構見た目は、重要視してるんで、どんな感じの見た目になるかですよ。見た目は、ちょっと、周りの家具の高さがあるんで隠れちゃってますけど、やっぱりこの、カラーがいいですね。色が。今よりスピーカーの数も多くなったので、このシステムとして、かっこよくなりましたよ。でも思ったより圧迫感がなくてよかったですね。多分ね、これトールボーイスピーカーの中でも、結構小型な方の
製品だと思うんですよね。なので、圧迫感がなくていいんですけれども、このボックスのサイズとしてはもう3倍くらいになってるので、で、スピーカーの数も1個増えてる。まあ、2個か。増えてるんで。むしろ、これ、JBL のスタンドに置いたこの音響のスピーカーよりも圧迫感ないかも。まあ、色が明るいからってのはあるかもしれないですけれども。まあ、こっちの方がむしろ圧迫感が軽減された気がしますよ。ということで、音聞いてみます。リモコンで、これ、アンプオンにして、Apple TV に繋がってるんでね。早速この Apple TV のフォンフォンっていう操作音は鳴ってますね。まあなので音は出てるっていうテストにはなってますけれども、音質をちゃんと見たいんで Apple Music で音楽聴きます。リビングルームですね。音量ちょっと低めにしとこう。いきなりバーンってなったら怖いんで。でもちょっとこれ動画で流すと著作権的に荒れそうなので YouTube の NCS を流しています。もう定番ですね。Earth とかこの曲好きですよ。さすがに音ちっちゃかった。さあボーカルがどんな感じで聞こえるか。うわ、これ全然違うぞ。低音がやっぱ全然違うわ。まあ今のスピーカーがこれね、エッジの部分が破れてて低音が出なかったっていうのもあると思うんですけど、低音の迫力全然違う。やっぱりね、ブックシェルフスピーカーよりは低音出ますよね。低音の圧とまではいかないですけど、広がりが全然違う。もうこれね、言葉で説明するのも難しいし、iPhone のマイクでは伝わんないと思うんですけど、とにかく音に包まれてる感じ。全然違うわ。いいっすね。はい。ということで今、いろんなジャンルの音楽とか聞いてみて、設定とかもいじってみて、音聞いてみたんですけれども、やっぱなんか広がりがすごいっていうか、これやっぱりブックシェルフスピーカーと違って、スピーカーのボックスが大きいおかげか、結構音の広がりというか、鳴り方が全然違って、なんか結構もう部屋全体に広がる感じで、ここに座ってなくても、結構あっちの台所の方とかに行っても全然音が聞こえる感じ。このブックシェルフスピーカーの時の感じだと、聞こえないってことなかったんですけれども、全然あっちの方では音楽楽しめないなっていう感じだったんですけど、これくらいの大きさのスピーカーだと、結構もう部屋全体、どこにいてもいい音がするみたいな。とにかくね、音の広がりがすごいなっていうのは感じましたね。さあ、今夜はパスタです。このフライパンでこのペペロンチーノのニンニクを、パスタソースを作ってるんですけれども、いいですね。サイズ感がすごいちょうどいい。そして、地元で買ってきた唐辛子を使うと。そしてこのサバ缶を入れると。これが美味しいんですよね。サバ入りペペロンチーノです。ちょっとお腹空いたんで、多めに作ってみました。丸半日寝ましたよ。9時に寝て9時に起きました。ということで、朝食はパンです。パン3枚焼いたんですけど、2枚はこれ、卵とかチーズとか焼いて、サンドして、1枚はこの地元で買ってきたミルクジャムで食べます。これね、南ヶ丘牧場っていう地元にある、牧場ので作ったミルクジャムなんですけど、これがすごい子供の頃から好きでね、すごい美味しいんですけれども、売ってるの見つけたんで買ってきてみました。ていうか売ってるのはどこにでも売ってるんですけど、ちょうど行ったお祭りで見つけて、そういえばこんなの好きだったなと思って買ってみたやつ。もう数回食べたんですが、やっぱり美味しいですね。なんかこのミルクジャムでしかこの美味しさ出せないんじゃないかっていうぐらい、すごいこれはナスで作ってるやつみたいですね。あそこ以外にも、磐梯町以外にも南ヶ丘牧場ってあるみたいで、これナスの牧場で作ったやつという感じですね。よいしょ。チーズと卵との上にこの家族からもらったニンニク醤油ドレッシングかけて、あとマヨネーズかけてサンドしました。でもこの変に甘みとか砂糖とか追加してないんで、ミルク本来の甘さが味わえるのがいいんですよね。週に1回ぐらいのルーティンなんですけど、朝ゆっくり湯船に浸かってここで軽く体を伸ばすと。そうしてるうちに朝のコーヒーが出来上がってると。これ最高すぎます。大野原森林公園に来ました。いいですね、この桜の花びらが落ちてる感じ。もうこういうとことかすごい綺麗。ところどころまだ桜咲いてるんですよね。葉桜。
久々にこの科学館のなんていうの、このデッキみたいなとこに上がってきてみました。ここね、冬くらいに一回来たんですけど、ここのスロープみたいになってるところが凍結の恐れありってなって立ち入り禁止になってたんですよね。ただもう凍結心配はないんで入れるようになってます。ということで登ってみます。でもここ入れるって私知らなかったんですけど、母親がなんかこの一緒に大野原公園に来た時にここを発見して、ここがね結構地上からも見える、なんかこの建物の特徴的な螺旋スロープなんですけど、さらに高い位置に上がれるんで、この大野原公園のこの広場も一望できますね。から入れるんだ。9時から4時45分まで。ここから科学館の中に入ったり、あっちの道路にアクセスしたりできるみたいです。こんなになってますね。このね、下に柱が一本もなくて、この上から吊ってある構造になってるんですよね。面白いな。今日結構人多いですね。月曜日なんですけど、人も子供も多いです。博物館じゃなくて、科学館も結構賑わってたし、なんかね、カレンダー見てみたら明日が祝日らしいんですよね。なので土日とくっつけるように今日が振り替え祝日的な感じになってるとか、そんな感じなんですかね。あともうゴールデンウィークの休み取ってる人がいるとか、そんな感じなんでしょうか。結構賑わってます。ここの公園はたまに来るといいんですよね。結構いい散歩になります。一周すると3、4キロになるんで、ここに来るまでも自転車で、結構ね、ここアクセス悪いんで、うちからだと公園のアクセスが悪いというよりうちのアクセスが悪いと言った方が正しいかもしれないですけれども、そこもまた運動量稼げるんで、結構一回この公園に来て一周歩くだけで結構運動になるんですよね。公園もう一周してもいいかなと思ったんですけど、科学館のとこ登ったからいいでしょう。お、すごい。1時間近く歩きましたね。さあ、後いろいろ用足しして帰ってきましたよ。そば、メンチカツ入りです。今この観音寺川に行った時の動画編集してたんですけど、この iPhone 16 Pro のスローモーション、これが 4K に対応したっていうことで使ってみたんですよね。13 Pro の時はフル HD までしか対応してなかったんですけれども、16 Pro は 4K のスローモーションに 4K120Hz FPS か。いや、120fps だと 4K で撮れて、240fps だとフル HD しか撮れないみたいな感じなんですけれども、確かにね、13 Pro の時はスローモーションにするとやっぱりフル HD になっちゃうし、そもそもちょっと画質がフル HD よりも、普通のフル HD よりもちょっと落ちるような感じになっちゃうんで、あまり使わないでいたんですけれども、これもね、それと比べたら確かにスローモーション綺麗にはなっていたんですが、やっぱりちょっと解像度が落ちてる感がありますね。なので、あんまりね、解像度を重視したいときは、スローモーション、ちょっと気になるかもなっていうところありますね。なんか、SNS とかに上げるぐらいだったらいいと思うんですけど、これ YouTube とかになると、大きい画面で見るとやっぱり気になるかなみたいなのあるんで、そう、よくよく考えてみたらこれ、iPhone 16 Pro って 4K の 120fps が撮れるんですよ。これスローモーションじゃなくて、普通の動画で撮れるんですよね。なので、4K120Hz、FPS で撮って、で、それを、これ 24fps で撮ってるんで、4分の1倍ぐらいにはできんのかな。なので、結構なスローモーションにできると思うんですよね。なので、ちょっとそれちょっと試してみようかな。120fps で撮影したことないんですけど、
ていうか 120fps で撮影したところで、今時まだ 120Hz で出力できる。まあゲーミングモニターとかだったらいいけど、普通の PC とかテレビとかもまだ 60Hz だし、てかそもそも YouTube とかが 120Hz 対応してないですよね。だから、どういう時に使うんでしょうね、この iPhone の 120Hz FPS の動画撮影は。やっぱり私みたいにスローモーション、後から速度調整してスローモーションとかにする人用なんですかね。それであればそっち使った方がいいですよね。iPhone 13 Pro の時も、私 24fps っていうすごい低いフレームレートで撮ってるんでできることですけど、60fps で撮った動画でも2倍以上、2.4 倍くらいまでは速度落とせるのかな、多分。ちょっと頭の中で計算できないけど、結構遅くできるんですよ、60fps でも。せっかく 24fps で撮ってるんだったら、ちょっとそういうの活用してもいいかも。っていうか、そんなこと喋ってる間に、さすが MacBook Air M2。短い動画なんで、5分もないんだ、この動画。めっちゃ短。そう、この動画ね、Vlog の中に入れようと思ってたんで、このトラベルチャンネルの方に1本で上げることにしたんですよ。ですが、撮ってる時はそう思ってなかったから、めっちゃ短いですね。ちょっとなんか、動画のつなぎとかも違和感があるんで、あれなんですけれどもね。まあいいでしょう。ふぅ。作業してたらもう5時前ですね。いやー、今日もなかなかゆったりとした一日でした。なんかね、もうゴールデンウィーク、始まってるみたいですね。なんか始まってるって言ってる人もいるんですけど、でもね、明日29日から、まあ確か明日、祝日だから、明日からって言ってる人もいれば、今日からって言ってる人もいるっていう感じで、そう、だから、どうだろうね、土日、そしたら、あれ、土日からもう始まってたっていうことですかね。まあ、明日から休みだとしても、もし今日休みだったら、土日26日の土曜日から、もうゴールデンウィーク始まってる人っていう人もいるんですかね。で、5月の頭くらいまで、だから、今年もなんだっけ、最大11連休だか、そのくらいになる人はなるみたいなんですよね。私はね、先週がゴールデンウィークだったので、実家に帰って、もう花見して酔っ払って、あれが私、1週間早いゴールデンウィークだったかなっていう感じで。でもね、ゴールデンウィークもね、まあ、どこ行ってももう人多いし、っていう感じなので、今年のゴールデンウィークは多分、ずっと家にいるかなと。もう本当に人が多いと、もう遠くに行くことはもちろん、近場でご飯食べてくることすらめんどくさくなるんで、本当に家の中にずっといるんじゃないかなって感じで思いますね。もうほんと祝日とか買い物行っただけで疲れるんでね。その分先週楽しんだんで、しばらくは家にいようかなっていう感じ。そう、せっかくね、このスピーカーも新調したし、ケンウッドの。これで映画でも見ながら過ごそうかなっていう感じで。だからちょうどいいタイミングで買いましたよね、このスピーカーも。ていうかもうすでに昨日一本映画をね、このスピーカーで見てみたんですけれども、めちゃくちゃいいですね、やっぱり。音の広がりが良くて。スピーカー、今、リアスピーカー繋いでなくて、スピーカー、フロントの2台しかないのに、なんか、後ろからの音も聞こえるような感じで。まあもちろんステレオなんで、こう、右から左に行く音みたいなのは聞こえるんですけど、こう、もう、後ろ側からも聞こえるみたいな、そんな臨場感を得ることができて、もちろん低音とかも、トールボーイスピーカーの方が迫力のある、ブックシェフスピーカーに比べて迫力のある低音も出せるし、高音域も綺麗っていうので、この映画の視聴体験もなかなかいいものになりましたよ。ただね、やっぱこれトールボーイスピーカーの、特性でもあるんですけど、中音域がね、ちょっと弱いかなっていうのはありますね。ボーカル、人の声とか音楽で言えばボーカルの部分が、ちょっと、抜けてるとまでは言わないですけど、ちょっと弱いかなみたいな感じがするんで、高音域と低音域はめちゃくちゃ綺麗なんですけど、中音域がね、ちょっと惜しいなっていう感じ。なので、それも、それ考えるとやっぱこの今まで使ってたブックシェルフスピーカー優秀だったなっていう感じするんですよ。これめちゃくちゃボーカルとか聞きやすいんで。なので、リアからにはなりますけど、このリアスピーカー接続したら、少し中音域も改善するのかなと。それにですね、臨場感も増すんじゃないかなと思って。またリアスピーカーつなぐのがね、楽しみ。オーディオケーブルがゲットできればですけどね。そう。低音は、もちろんなんですけど、ちょっと高音域がもうちょっと欲しいなって思ってたんですよね。なんか高音域が
足りなくてちょっと音の精細度が足りないというかね。まあ音楽で言えばハイハット的な音とか、とにかくもうちょっと高い音が綺麗に出る環境が欲しかったんですけど、かなりこのスピーカーツイーターもすごい優秀で、しっかりね、高い音も鳴ってくれるし、とにかくね、音のね、範囲が広いですね。再生できる音の高い音から低い音までの範囲が広いなっていう。だから広がりを感じるのもあると思うんですよね。夕飯は昨日の残りのチャプチェです。もう甘い春雨みたいな感じで、まあ結構美味しいんですけど、今回チリペーストとラー油を追加してみたらより美味しくなりました。本当はね、ごま油で作った方が美味しいらしいんですけど、ごま油なかったので、まあでもラー油追加したらすごい美味しくなりました。